体内の血管を全部つなぎ合わせると9万5,000キロにもなります。毎日7500リットルの血液が流れます。実際には 4,5 リットルの血液が繰り返しリサイクルされ、酸素や大切な栄養素であるグルコースやアミノ酸を体組織に送ります。血液により筋肉質の血管壁には圧力がかかります。この圧力は血圧と呼ばれます。心臓の鼓動に同期して血圧は上下します。血圧は最も高くなるのは心臓が収縮時に動脈内の血液が押し出される時です。これが収縮気圧、最高血圧です。鼓動と鼓動の間の弛緩期に血圧は最も下がり、拡張気圧、最低血圧となります。健康な人の収縮気圧は90から 120mmHg で、拡張気圧は60から 80mmHg です。これから標準的な値は上が120弱、下が80強となります。血液は循環系である管を通って体内の隅々まで巡ります。どのような配管システムでもパイプの壁にかかる圧力を上昇させる要因があります。液体の性質、過剰の液体、狭くなったパイプ。血液が濃くなるとより高い血圧で押す必要があり、心臓に負担がかかります。塩分の摂りすぎも同じ結果を招きます。塩分は水分を内部に溜めるため、余分な水分は血液の量を増やし、血圧を上昇させます。ストレスも闘争反応と同様にアドレナリンやノルアドレナリンといったホルモンを分泌して血管を収縮させるため、血液の流れに抵抗がかかり、血圧を上昇させていきます。血管はこのような変化に円滑に順応します。壁を構成する弾性繊維には回復力があります。しかし血圧が常におよそ140、90以上に上がった状態、いわゆる高血圧の状態が続くと重大な問題が起こります。動脈の壁にかかる負荷が小さな裂け目を生じさせるからです。弱った組織がむくむと炎症に反応しやすい物質、例えば白血球などが裂け目に集まります。血液中の脂肪やコレステロールも付着し、それらがプラークを形成し、動脈の壁の内側を硬くし、厚みも増します。この状態を動脈硬化といい、危険な結果を引き起こしたりします。プラークが破裂すると血栓が裂け目の上に形成され、それが細くなった血管を一段と細くし、血栓が大きいと酸素や栄養素の下流側への流れを完全に阻害してしまいます。心臓へと血液が入る静脈では、酸素が欠乏した心筋が死に始め、心臓発作を引き起こします。血栓が脳への血液循環を妨げると脳卒中を引き起こします。危険なほど詰まった血管でも広げることができます。血管形成術です。それは医者が血管にワイヤーを細くなった部分にまで通し、空気を抜いたカテーテルをワイヤーに沿って送り込みます。カテーテルが膨らむと血管は再び大きく広がります。時にはステントという硬い筒を入れて血管を開いたままの状態にして、血液の流れを円滑にし、酸素が欠乏した下流側の血管に再び酸素を補給します。動脈にとって圧力のかかった状態で柔軟性を保つことは大変です。動脈が送り出す血液にはネバネバしたり血栓を作る物質も含まれ、心臓の鼓動は毎分70回で、一生の間では少なくとも25億回にも及びます。途方もない圧力がかかっているように思いますが、心配ご無用。動脈はこれに耐えることができます。チャンネル登録を忘れずに。これが新しいことを学ぶチャンスを逃さない方法だ。